皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2019年の10月の15日火曜日ですね。時間がちょっと大幅に遅れまして、現在日本時間の夜の10時8分と6分ということで、1時間ちょっと遅れました。申し訳ありません。今日のメインテーマですけど、このコメント欄にアップしましたように、なぜ日本では権力犯罪を犯したと思われる公務員、政治家と官僚の個人責任が一切問われないのかというのが今日のメインテーマです。今日も一元放送で、ツイキャステレビのメディアで、放送してます。現時点で音声も映像もですね、問題なく配信されているということで、今日のワイワイニュースライブ通算で2868回ということですね。で、昨日の放送はですね、1時間半90分を過ぎたら、自動的にシャットダウンするということだったんです。で、2分か3分、超過しましたんで、映像が2つに分かれちゃったということなんですね。ただ不思議なのは、以前も1回か2回あったんですけど、それ以外にはですね、90分以上放送してても自動的なシャットダウンはなかったことが多いんですよね。だから何なんだろうということで、手動でやってんのか、あるいはどういうふうになってるのかちょっと分かんないんですけど、昨日はそういうことで、2つに分かれましたということですね。ということで、今日の放送の最初のコラムはいつものように、昨日放送したメインテーマ、私は日本国憲法を破壊する者たちを決して許さないというテーマで、メインテーマを取り上げたんですけど、それの2つに分かれててですね、これが YouTube 向けの表紙ですね。私は決して許さないということで、これ面白いんですよね。手配書っていうのがあるんですよ。今日の言葉で取り上げましたけど、この手配書、作者が不明なんですけど、安倍晋三の手配書ということで、何書いてあるかというとですね、ちょっと待ってください。安倍晋三の手配書、作者不明、この者安倍晋三と申し候と、かねてより、虚言、妄言、悪行三昧、空前絶後の二枚舌、戦争法案不届き千番、違憲、改憲、改っていうのは壊す憲ですね、憲法、改憲許すまじと、見かけた者奉行所へ申し候すべく候と、申し立つか申し立ちすべく候、憲法奉行ということで、まさに憲法裁判所なんですね、これね。江戸時代の憲法裁判所、憲法奉行がこういう手配書を安倍晋三に、手配したということですね。これなかなか面白いですね。今日の映像の中でも画像でも取り上げますけど、これの1と2ですね。これが2です。ということです。そして今日の2つ目の、そっか、これの、現時点での視聴者数ですね。ツイキャスでは1と2が500名ですね。1と2で合わせて500名と。から YouTube は1の方が282、514か。そして2の方が282で、全部で、796ということで、ツイキャスと YouTube 合わせると1014名ということですね。これは逆になっちゃった。ということです。そして今日のお知らせ、明日水曜日10月16日の外国語放送は語学研修のためお休みしますということですね。これは1月の中旬まで続きますんで、
その間の毎週水曜日の英語放送とフランス語放送はお休みになります。から今日の画像ですね。これは今日のトピックスの中で出ましたように、公務員給与を連続6年で、上げるという記事があったんですね。いわゆる人事院勧告に従って6年ですよ。そういう記事に、それじゃあこういうこともマスコミは報道しなくちゃいけないんじゃないのということで、私が作成したですね、先進7カ国の公務員の平均年収ですね、2016年の比較リストっていうのを作ったことあるんですよね。でこれを再度取り上げます。これちょっとエクセルで見にくいんですけど、先進7カ国といって何かというと、これ見えますかね。見えないかな。ここか。日本ですね。アメリカ、イギリス、カナダ、イタリア、フランス、ドイツと、そして年間の給与、円ベース、日本が724万、平均年収ですよ、公務員の。それからアメリカが2位、357万ですよ。半分以下ですよ。それからイギリスが275万。3位のカナダが238万。4位のイタリア、とか1位が日本で、2位がアメリカで、3位がイギリス、4位がカナダで、5位がイタリア217万で、6位がフランス198万、そして7位がドイツ191万と。で次に国民の平均年収なんですね。これ日本412万と。そうすると公務員の平均年収と国民の平均年収の倍率ですね。これ日本はここか、こっちか、1.76 倍と。で2位がアメリカ 1.10 倍、だいたい 1.10 から2位がイギリス 1.15、 3位か。で4位カナダが 0.94 と。公務員の平均給与の方が国民平均給与よりも低いんですね、年収で。イタリアが 1.05 からフランスが 1.10、 ドイツが 0.93 と。大体1ですよね。国民の平均年収とほぼ同じというのが先進6カ国の実態なんですけど、日本だけ 1.76 倍というダントツっていうか異常に、日本の公務員ですね、国家公務員とそれから地方公務員全部で、国家公務員が60万人から地方公務員が295万人ですから355万人と言われてますけど、そういう人たちにダントツの異常に高い給与を保障していると。あるいは給与だけじゃなくて労働条件、土日は完全に休みですからね。それから、年次休暇も取れると。からほとんどクビにならないと。そして、定年退職後もどっかに天下りできると。あるいは斡旋してくれると。それとあと退職後の年金、公務員年金は優遇されてるんですよね。それじゃあなぜこれほど公務員を優遇するのか
これはもう歴代自民党政権が買収したわけですよ。買収して自分たちの言うことを聞けと、従順に聞けと、そして選挙のたびに、国政選挙と地方選挙のたびに自民党に票を入れろと、そのために買収してるんですよね。これが実態だから、そういうことをマスコミはかけてるんですよね。異常ですよね。1.76 倍ですよ。ほとんどの国が国民の平均給与と同じにわざとしてるわけですよね。それが当たり前じゃないですか。日本は異常なんですね。ということです。今日の画像最初から2番目がこの手配書ですね。安倍晋三の手配書。これはよくできてますよね。これ優れもんですよね。この似顔絵、手相の似顔絵も非常によく描けてますよね。どなたが作ったかちょっと分かんないんですけど、から今日のトピックスでも出てきますけど、県民不在の昨日は台東区の区長がホームレスの人が憲法台風19号の被害に遭わないように台東区の避難所に避難しようとしたら、あなたは住所がないからということで、住所不定だからということで入所を断られたということを言いましたけど、今回は神奈川県黒岩知事というとんでもないで、これは何かというと、神奈川県で給水を断たれた町があったんですね。この給水を断たれた町が必死の思いで自衛隊に直接、給水してくれというふうに直接頼んだことに、県が自分たちを通さないとダメじゃないかという腹立ちのためにですね、せっかく自衛隊が給水車が到着したにもかかわらず捨てさせたというとんでもないことが起こったんですね。給水車3台は午前7時少し前に町に到着。県と町で押し問答が続いたが、県は最後まで首を縦に振らず、給水車3台の貴重な水は捨てられたんだと。結局県が別途手配した給水車は2台で、到着も13日の午後と遅れたと。こういうことが公然と起こってるんですよ。これ神奈川県の山北町っていうんですね。前夜から断水、町の交通施設も屋根までが土砂と。これ日刊現代ですよ。ということで、とんでもない、これはもう菅官房長官、神奈川ですか横浜ですから、これの菅のおかげで神奈川県の知事を2期できたというとんでもないやつですよね。本当の無能ですよね。今日の画像はこの3つかな。そして4つ目が久しぶりに、推薦映画ということで、この前に見てきたんですけど、パリに見出されたピアニストという、この映画なかなか音楽好きの人、ピアノ好きな人には必見だと思うんですよね。フランス映画です。で、ピアノの才能がすごいあってですね、非常に貧しい家庭に生まれた少年が偶然、近くの老人、にピアノを習ったんですね。そしてその老人が驚くほどの才能を発揮したということなんですけど、その老人が死んでですね、遺品としてピアノをもらったんですね。それで自己流にピアノを練習してたと。ただ家庭が貧しいんで、父親がいないんですね。母親1人が3人の子供を育てるということで、彼は悪い仲間に入って
窃盗等々をしてですね、で捕まっちゃったんですね。そして、刑務所に行く代わりに、いわゆる事前公共施設とか事前施設で、ただ働きをすると、6ヶ月かな。それでたまたまパリの高等音楽院の掃除係に、派遣されたんですね。そして、その通勤の途中に、東駅っていうのがあるんですけど、そのパリの東駅に置いてある誰でも弾けるピアノで、彼は練習してたんですけど、それをたまたまですね、通りがかったその勤務先のパリの高等音楽学院の部長がですね、聞いて、で彼の才能に驚いて、ぜひ教えたいということで彼を誘ったんですけど、彼はもう大人信じないと、世間を信じないということで拒否してたんですけど、でも条件として、もしもピアノの練習をすればもう掃除なんかやる必要ないよということで、彼は重々ですね、ピアノの練習を開始したんですね。そのピアノの練習を指導する女性がまた素晴らしい女性で、ものすごく厳しい女性で、最初はお互いが反発してたんですけど、その女性もこの少年の才能を見出して、もう自分の生涯をかけるほどの熱意で、教えてたということで、そして最後はですね、全国の、音楽院から1人ずつ出すピアノコンクールに、そのパリの高等学院の代表として彼を押したということで、全員の反対があったんですけど、無理やり押して、で彼がいろいろ事情があってですね、一度出場を決めたんですけど、途中で、やめて、その当日来なかったという事態になったんですけど、最後のギリギリのところで、これが映画的なんですけど、間に合って彼の曲をですね、みんなが絶賛したということで、5年後その音楽院の部長はニューヨークの音楽学院のディレクターになったと、学院長に招聘され、そして彼も一人前のピアニストとして世界で活躍するというめでたしなんですね。ということで、ぜひ今新宿のカリテシネマカリテといういわゆるメジャーものじゃない映画専門の映画館ですけど、そこでやってますんで、よろしければぜひご覧くださいということですね。どこまでアップしましたっけ。最初から全然アップしてなかったですね。今日の表紙ですね。昨日月曜日、昨日月曜日。それと今日までの視聴者数1014名か。それと明日の放送は語学研修のためお休みになりますというご案内ですね。
そして今日の画像ですね。これは日本の公務員の異常なほどの高額な平均年収、国民の平均年収の 1.76 倍と、他の先進国っていうのはだいたい 1.1 倍から0. ドイツなんかは国民の平均給与より低いんですよね。それから国民不在の県民不在の黒沼神奈川県知事、そしてパリに見出されたピアニストのポスターというのがこれまでのあれですね。皆さんからのコメント、のこのこさんお茶爆10ですね。そして K さん、昔は30年前ですが公務員給与は民間の給与よりもやや低めに設定されていたと理解してましたと。現在のような状況になってきたので、やはり自民党の政権が長期化している結果だと思いますと。本来公務員は国民のために働く。そうですよね。権力犯罪に加担してはならないということですよね。異常ですよこれね。そのことを誰も批判しないということも異常なんですね。土山純一さんですね。お茶爆10とコンティニューコイン2枚ですね。いつもありがとうございます。から砂ずきんさん、コンティニューコイン2枚です。2枚ですね。キララカットさん、コンティニューコイン2枚ですね。から砂ずきんさんがいつもの通りですね。初めてのご覧の方へと、山崎氏のキャスは一言一行コメントが集団嵐行為があってから禁止と。このキャスの目的は情報の拡散共有、ご賛同ならツイッター連携で拡散共有をお願いしますと。いつもありがとうございます。から丸さん、お茶爆10ですね。から砂ずきんさんが今日のメインテーマをリツイートしてくれました。ただいま配信中と。から翔さんですね、お茶爆10配信ありがとうございますと。から YM さん、コンティニューコインこんばんは。初耳さん、いつもコンティニューコイン6枚ですね。1、2、3、4、5、6枚。ありがとうございます。たくさんの。で、誠一郎さん、頑張りましょうと。一番街総合研究所診療所長、細川さんですね。いつもありがとうございます。お世話様です。から初耳さんが今日のメインテーマですね。リツイートしてくれましたね。K さん、コンティニューコインと。それからこの放送の前ですね、砂ずきんさんからのコメント。台風19号が襲来しても国民の生活よりラグビー観戦を優先する安倍氏の幼稚な本性が露呈したと。彼はなぜ、国民が怒っているのかが理解できないと。新ベンチャー革命ですね。本当分かってないんでしょうね。なんで国民が怒っているのか全然分かってないでしょ。から砂ずきんさん、関西生コン弾圧ニュースナンバー13、組合活動を禁止する裁判所の保釈条件と。とんでもないですね、日本の裁判所。から砂ずきんさん、 NHK スペシャル東京ブラックホール破壊と創造の1964年と。東京オリンピックのことなんですかね。から砂ずきんさん、ライブドア言論弾圧犯人特定本沢二郎の日本の風景3466と。毎日すごいですよね。情報発信してますね。から砂ずきんさん、第94回弾薬庫に抵抗するホラの人々、宮古島の自衛隊弾薬庫着工と。三上千恵さん、マガジン三上さんというのは沖縄の映画を監督した彼女ですよね。マガジン9ですね。から砂ずきんさん、米ドルの世界準備通貨という地位を潰す上でイランは中国の秘密兵器と。マスコミに載らない海外記事ということで、この人も毎日情報発信してますよね。長い記事を。
から砂月にさ、サウジアラビアは門戸を開きつつあると言ったら何が見られるだろうかと、マスコミに載らない海外記事と。でも恐ろしい国ですよ、サウジアラビアは。宗教的な理由で、外国人でも平気で、逮捕、長期拘留しますからね、死刑にもしますからね。なぜ、弱者を叩く社会になったのかと、相模原事件から考えた深いような時代、ハフィントン・ポストとから韓国は本当に国が割れてるのかと、保守進歩派デモの現場を歩くという総合大数さんって Y ニュースですか。はい。ということですね。三上千恵さんは行動する映画監督ですね。そうですね、砂月さん。公務員が上がったのではなく、国民が収益が上がっても内部留保に溜め込まれ、従業員や下請けに還元されないことが原因と。公務員が上がったんですよ、毎年毎年。確実に。民間は下がって公務員だけ上がってるということですよ。公務員だけ、民間だけが下がってるんじゃないですよ。1.76 倍ってのは異常でしょ。ということですね。で、今日の映像ですね。今日の映像は韓国のチョ・グク法相が、突然辞任したんですけど、その直前にですね、彼は検察改革案の詳細を会見で、述べてるんですね。そのKテレビっていうんですか、韓国語のニューステレビ、今日はそれの内容の日本語訳を今日の注目記事の中で取り上げますので、韓国語が理解できる方はぜひ、ご覧ください。彼は覚悟の上での検察改革のいわゆる叩き台を提示して、かなり詳細な叩き台ですよね。それを叩き台を提案して辞任したと。そして自分の叩き台を強力に実現してくれる次の法務大臣に期待するということなんですね。今日の映像ですね。で、今日の推薦映画がパリに見出されたピアニスト。よくできてる映画ですよ。この俳優さんもやはりレベルでピアノを弾けるようまで練習するんですかね。あるいはかなりね、ピアノの技術が高い俳優さんを選んだんでしょうね。そうじゃないと無理ですよね。で、彼はその音楽コンクールでラフマニノフのピアノ協奏曲ナンバー2っていうのを難しい曲を演奏したんですよね。そしてこの映画の中で初めて知ったんですけど、ラフマニノフのピアノ協奏曲のナンバー1っていうのがあるんですけど、なぜかナンバー2しか皆さん演奏しないと、その謎が解けたんですね。ナンバー1が発表したら非常に評判が悪かったということで、彼はかなり落ち込んでですね、失意の中でナンバー2を書いて大成功したということがこの映画で初めて分かったんですね。なべちゃんコンティニュー声ですね。
それで今日の一言、これですね。手配写真、手配書。これ全部は入るかな、入んないかな。これはなかなかよくできてますよ、この手配書。安倍晋三手配書。ああ、入りましたね。これです。安倍晋三の手配書、作者不明。このもの、安倍晋三と申し候。かねてより、虚言、妄言、悪行三昧、空前絶後の二枚舌と、戦争法案不届き千番、意見会見許すまじと、見かけた者奉行所へ申し立つすべく候、憲法奉行というなかなかの優れもんですよね。で、手配書がこれ一度見たこと、ずっと前に見たことあるんですけど、今日のその絵ですね、表紙の中にこれがあったんで、ここから撮りました。鍋ちゃんコンティニューコインですね。そして、この韓国のチョ・グク法相の改革検察改革案の詳細内容会見の前訳が載ってたんですね。これは日本の検察、韓国以上に、悪ですからね。日本の検察の改革にとって、非常に参考になるような内容だと思うんで、今日はその前訳をですね、今日の注目情報で取り上げたということですね。3か。で、尊敬する国民の皆様ということで長いんですよ、これ。ちょっと最初の部分しかアップできないですけどね。そして、彼のこの記者会見の放送の表紙がこういうふうになってるんですね。こういう表紙です。これは明日のブログ記事、これは特別にですね、ブログ記事として僕は全文、日本語の全文を掲載しようと思ってますので、内容を見たい方はぜひ明日の杉並からの情報発信ですのブログの記事でアップしますのでお読みください。で、今日の推奨本ですね。これはジム・ロジャーズさんのこの本。今日は第35回ですね。ジム・ロジャーズさんの日本への結婚第35回第3章、アメリカ、中国、朝鮮半島、これが変化の本質だということで、中国に続くブリックス期待株はロシアと
いうところを読みます。これですね。3ページぐらいですね。4ページか。ちょっと長いですね。読みますね。中国に続くブリックス期待株はロシアということで、著しい経済発展を遂げているという意味で、ブリックス、ブラジル、ロシア、インド、中国に注目している人もいるだろうと。中国についてはすでに説明したが、残る3カ国にも触れておきたいと。まずはブラジル人によると、次に大統領になるのはブラジルという話だが、彼らは昔から同じことを言い続けていると。ブラジルは神様のお気に入りの国であると。しかしブラジルは商品の騰落の振れ幅が大きいと。相場が急騰するときにはブラジルはいつでも素晴らしい国だが、下落するときにはブラジルでは軍事クーデターが起き、全てが崩壊すると。彼らは借金を増やし、厄介な事態に陥るのだと。日本人にとって日系人が多く住むブラジルは暮らしやすい場所かもしれないが、投資先にするのは難しいと。インドは訪れる場所としては素晴らしい国だと。もし生涯で一つの国しか訪れることができないのであれば、私はインドを選ぶと。建造物も自然も目を見張るものばかりで、インドの女性は美人コンテスト優勝者の常連だと。辺りに漂う食べ物のいい匂いで通りを歩くだけで魅了されると。しかしインドは世界最悪の官僚制度という問題を抱えていると。彼らはイギリスから官僚制度を学び、そして極度に改悪したと。またインドはもともと異なる民族の多数の国々が集まって成立した国であると、ある点も成長を阻害していると。同質性の高い日本の社会や人口の9割以上が漢民族である中国とは違い、インドでは同じ国民であっても同じ言語を読み書きすることさえできないのだと。こうした実情を踏まえると、私はブラジル、インド、ロシアから投資先を一つ選ぶとするなら、ロシアを選ぶと。私はもともとロシアを投資先としては最低の国と考えていたのだが、最近その考えを改め始めたんだと。理由を説明しようと。かつて私が1966年に初めてソ連を訪れた時は、融通が利かない官僚国家であり、反資本主義の国という印象しかなく、これでは社会が機能するのがはずがないと感じたものだと。1991年にソ連が崩壊し、ロシアになってからも、私はロシアの株式や債券を投資対象として考えることはなかったと。当時のロシアでは共産主義時代に建てた工場やインフラを修理もせずに使っていたため、生産性は低いまま近代化路線を進め、資本を効率的に使う努力をしていた当時の中国とは対照的だったと。またモスクワ滞在中に傍らで爆弾が炸裂した音を耳にし、国家としての危機的な状況に陥っていることを肌で感じたことも、私をロシア投資から遠ざけたと。このような経験から、私は約50年にわたってロシアを投資先として考えることはなかったのだが、最近はロシアについてやや楽観的になっていると。実際いくつかのロシア企業に投資し、取締役に就いた企業もあると。考えを改めた最初のきっかけは、ロシアが2015年にウラジオストクで東方経済フォーラムと名付けた国際経済会議を開催し、共同基金を立ち上げたことを知ったことだったと。ロシアでは1997年以来、毎年サンクトペテルブルグで国内最大規模の国際経済会議を開催してきたが、新たにウラジオストックで東方経済フォーラムを開くようになった。その目的はロシア極東の開発だと。以来プーチンは自らのリーダーシップのもと、莫大な資金をロシアで、極東開発に投入していると。私も2018年のフォーラムに参加したが、その時もやはりプーチン大統領が参加していたと。ロシアで共同基金が設立されたというのは、根本的な変化が起きていることを示すと。共同基金の仕組みとは、簡単に言うと、あなたが儲かれば私も儲ける。
あなたが損をすれば私も損をするというものだと。この仕組みは当たり前のように思えるかもしれないが、ロシアで共同基金が設立されたという点が画期的なのだと。なぜなら、外国企業から財産を没収していたかつてのロシアとは全く違うスタンスなのだから、おそらくロシア政府内で何かが起きたのだと。古いルールではこれからの世界でプレーできないと理解したのだろうと。今後、世界からロシア極東に資金が集まることで、ウラジオストックは世界の中で最もワクチンをしているのだろうと。加えて、ロシアの極東と中国との国境付近のシベリア地方には、中国から資本や人々が集まってきているとすでに聞いたが、この土地はいずれ中国が実質的に占領する可能性がある。おそらくこのことをプーチンは見越しているのだろうと。超大国となる中国が進出してくれば、ロシア極東はさらに発展するからだと。ここまでですね。だからブラジル、インド、ロシアから中国がブリックスですけど、その中で中国の次にロシアの可能性を彼は評価し始めたということですね。ブラジルとインドはなかなか難しいという点で、正しいでしょうね。で、明日は休みなんで、明後日ですか、木曜日、アメリカの経済制裁がロシアの農業を後押しと、こういうところを言います。ということで、今日の推奨図書の朗読ですね。で、次に、そうか、今日のところを、読んだところをアップしますね。これですね。そんな時にロシアに対するジム・ロジャース氏の指摘はそのまま現在の日本への指摘ということですか。はい。そして今日のメインテーマですね。なぜ日本では権力犯罪を犯したと疑われる公務員、政治家と官僚の個人責任が一切問われないのかと。これは何回も取り上げてますけど、日本の公務員、政治家と官僚が職務上犯した権力犯罪、政策の失敗、職権の乱用、国民資産の横領、不作為などで国民の生命、財産、生活自由、基本的人権が毀損された場合、なぜ公務員の個人責任は追及されないのかと。日本国憲法第15条第1項は次のように規定していると。公務員を選定し及びこれを罷免することは国民固有の権利であると。しかしながら日本では政治家を4年に一度選挙で選定する権利は国民に保障されているが、公務員を罷免する権利は一切保障されていないと。それはなぜなのかと。で、その第一の原因は歴代自民党政権が日本国憲法第15条1項が国民に権利として保障している公務員の罷免権を国民が実際に行使するために必要な個別法を一切立法化してこなかったということなんですね。なぜならば、もしもこの権利を国民が行使すれば、自民党の国会議員や地方議員、国の霞が関の国家官僚や地方自治体の官僚の多くが罷免される危険があるからだと。このことの重大性を日本の野党も学者もマスコミも市民運動家も一切問題にしてこなかったため、国民は無力の状態に置かれてきたんだと。その第2の理由は日本の法曹3者、裁判官、弁護士、検察官が公務員の職務上の個人責任は問わないという合意を非公式に結んでいると。国民が権力犯罪を犯したと疑われる公務員を特定してその責任を告訴しても、弁護士も検察も裁判所も受け付かないんだと。
彼らが受け付けるのは権力犯罪を犯したと思われる組織を相手にした国家賠償請求国賠の民事裁判だけなんだと。で、国賠訴訟では、裁判では、たとえ国民が勝訴して国や自治体が敗訴して賠償金の支払いを命じられても、税金から賠償金が支払われるだけであって、肝心の公務員の個人責任は不問にされると。から第3の理由ですね。第3の理由は、日本のマスコミが政治権力と一体となっているために、公務員に不利な報道は一切しないことになっているので、国民は疑われる権力犯罪の真相を知ることができないんだと。例えば今回の超大型台風19号が、昨日取り上げましたけど、東京を襲った10月12日に東京都台東区でホームレスの男性が避難所に避難しようとしたところ、台東区の職員に住所がないとの理由で入所を拒否された事件があったと。で、この事件を報道したマスコミの記事には、ホームレス避難拒否を決定した台東区の最高責任者である自民党所属の服部幸男区長の責任追及もしないと。そしてホームレス避難拒否を現場で、実行した担当職員の名前も一切書かれてないと。そして第4の理由は、アジア太平洋侵略戦争を主導した最大最高の戦争犯罪人である昭和天皇の戦争責任を一切不問にして、免罪免責にして戦後名前を変えた天皇制のトップに再び置いた米国支配階級の謀略がそのまま引き継がれていると。なぜならば、戦後の日本を傀儡政党自民党に間接支配させることで、日本を半永久的な米国の植民地に成功した米国支配階級にとって、傀儡政党自民党の政治家や対米従属の売国官僚たちが個人責任を追及されて罷免されては困るからだというのが今日のメインテーマですね。砂月さん、戦争法がすんなり通る国家だからということですね。から中野3193、コンティニコに配信ありがとうございますということですね。今日のメインテーマアップしますね。憲法第15条第1項にはっきり書かれてるんですよね。公務員の選定罷免権は国民固有の権利であると。それじゃあなんで選挙で政治家を選ぶという選定の権利は保障されても、なぜ罷免の権利は実行されないかということですね。憲法第これはそうか。だから日本の公務員といわれる政治家と官僚が職務上犯した権力犯罪とは何かというと、政策の失敗ですね。それから職権の乱用、国民資産の横領、不作為、何もしないとなどで国民の生命、財産、生活自由、基本的人権が毀損された場合、なぜ公務員の個人責任は追及されないのかということなのね。で、憲法第15条の1項には、選定罷免権、公務員の選定罷免権は国民固有の権利であるというふうに謳われてるんですよね。それじゃあなぜなのかと。しかしながら選定の権利は4年に一度、衆議院だけは自民党の内閣総理大臣が勝手に衆議院を開催して総選挙できるという全くの
でたらめな憲法違反の大嘘をついて、強行するわけですよね。それで自民党政権がずっと続いている。それ以外はだいたい4年に一度ですよ。1690ある日本の議会の中で1689は任期4年で、自然に、解散なんですね。それで選挙なんですけど、唯一衆議院だけがなぜか国の行政のトップである内閣総理大臣が勝手に自分たちの都合で、相手の野党に金がないとか、相手の野党が分裂するという時を狙って解散できる、そして総選挙を仕掛けることができるという、まか不思議なことが公然とずっと行われてきて、戦後70何年、自民党政権が2回の例外を除いて、日本の政治を、公明党と一緒に独占しているということなんですね。その第一の理由はなぜかと、これかは、この憲法第15条の1項が保障している国民の権利としての公務員の罷免を具体的に国民が使えるようにする個別法を一切立法化してないから、単なるお題目でしかないんですね。でなぜなと、もしもこれ国民の権利として公務員の罷免権を実際に国民が行使できるとしたら、自民党の国会議員、地方議員、そして霞が関の国家官僚、霞が関、これがちょっと訂正ですね。霞が関の国家官僚、国家官僚や地方自治体の官僚の多くが罷免される危険があるから、わざと作ってないんですね。そのことをさらにそのことの重大性をですね、歴代の日本の野党、政治家たち、学者、マスコミ、市民運動家も一切問題にしないできたから、国民はこの問題の重大さを認識せず、無知無力の状態に置かれてきたということなんですね。でその第二の理由は、法曹三者、裁判官、検事、弁護士が暗黙の協定、職務上の公務員の個人責任は問わないという協定を結んでるんですよ。だからたとえ国民の間で国民が権力犯罪を犯したと思われる公務員を特定して、その人物を告訴告発しても受け手がないんですね。弁護士もそれは無理ですよと断るんですね。で裁判所も断ると。で検事も一切タッチしないという、そういう状況なんですね。これが大で、彼らが受け付けるのは権力犯罪を犯したと思われる、疑われる組織だけなんですね。組織を相手にした国賠なんです。国家賠償請求裁判という民事裁判で賠償金の争いになっちゃうんですね。個人責任は一切追及しないんです。できないんですね。でたとえこの国賠で、国民側が勝訴して、そして組織に対して賠償金を払えという命令が出てもですね、その賠償金とはどこから来るかというと税金なんですよね。だから公務員の懐は一切、個人責任も追及されないし、懐も痛まないという非常によくできた制度になっちゃったんですね。でその第3は、マスコミが
いわゆる政治権力と一体となった日本のマスコミは、公務員の不都合な事実は報道しないというふうになっちゃってるから、権力犯罪を疑われた個人の責任追及っていうのは、ほとんど行われないということなんですね。で、例えばですね、昨日取り上げた台東区でのホームレスの76歳かなんかの男性が台風19号が来たんで、路上では生活できないということで台東区の避難所に行って入所しようと思ったら、あなたは住所がないからということで断られて、で近くに避難しててもそこを立ち退きを命令されたというとんでもないことが起こったんですね。でその記事毎日新聞かなんか取り上げたんですけど、昨日私はその記事の中には一切このホームレスの避難所入所を拒否するという命令を決定した最高責任者の台東区の区長ですよ。自民党所属の服部幸夫という区長の名前も一切出ないし、その責任も追及しないと。でさらに現場でこのホームレスの男性の入所を拒否した現場の責任者の名前も一切出てこないんですね。それで、申し訳程度に指揮者の名前を出して、非難させてるということで、毎日新聞としてこれは到底許せないことだと、憲法違反であると、憲法第25条の最低限の文化的な生活を保障するという規定に違反していると、あるいは基本的人権を侵していると、憲法第13条、この2つの憲法規定を盾にして、毎日新聞は台東区の区長の決定は憲法違反であり、直ちに取り消すべきであるという主張をすべきなんですけど、しないんですよね。だからダメなんですよ。で第4の理由ですね、これが一番大きいと思うんですけど、アジア太平洋侵略戦争を主導した最高最大の戦争犯罪になる昭和天皇裕仁の戦争犯罪を一切、不問にして免罪免責にしたと。これはアメリカ支配階級がしたんですよね。で戦後も名前を変えた天皇制のトップに同じ昭和天皇をイメージチェンジさせて、置いたということの謀略ですよね。謀略がそのまま続いているということなんですよ。そのまま続いてんだと。だから明治維新以降現在まで140年以上日本では公務員の職務上の個人責任は一切不問にするという謀略がですね、ずっと続いているということなんですね。でなぜならばと、日本の戦後日本を傀儡政党自民党によって間接支配して日本を半永久的に米国の植民地にするということに成功した米国支配階級にとってですね、手先である自民党の政治家が罷免されたり、あるいは対米従属の売国官僚、霞が関売国官僚たちがこの権利によって、公務員を罷免されたりしたら困るんですね。だから憲法上は言ってもそれを具体化するための個別方法を作らせなかったと、自民党も作らなかったと、野党も追及しなかったと、マスコミも一切言わなかったということで
このような無責任体制、官僚独裁体制が自民党売国官僚独裁体制ができちゃったということなんですね。ということです。今日のメインテーマでした。もう1時間半だがあと30分ですね。ということです。現時点での視聴者数が45名様、全体で145名様からコメントが43件ですね。はい。で、今日のトピックス、最初、台風19号の被害甚大と死傷者100人以上、10都県で16河川が氾濫と、日韓現代ですね。だからこの大被害に対して二階自民党幹事長は予想ほどではなかったというバカなことを言ってるんですね。で、私が言いたいのは、これまでの歴代自民党政権が毎年ですね、20兆円とか30兆円のいわゆる国債ですよ、建設国債という名のもとの公共事業用の税金を信用創造で発行して民間銀行が全て引き受けて、利子付きで引き受けて、で20兆30兆円の税金をですね、いわゆる国土強靭化、あるいは耐震構造、あるいは暴風対策、台風被害対策として表向きは作ってるんですけど、結局今回の台風第19号の被害で分かるように、これほどの河川が氾濫しちゃったということで、それじゃあこれまで、使ってきた公共事業の名の下で使ってきた金は一体どこに行ったのかと、こういうことですよね。これがトピックスの1ですね。で2が台風15号でこれですね、断水、町の自衛隊給水支援に神奈川県が待ったをかけたという日韓現代。とんでもないことが起きてるんですね。で大手マスコミはこういう記事を出さないですから、知れ渡らないと。そうですね。ただこの日韓現代でも黒岩神奈川県知事のいわゆる県民無視のことは言うけど、それじゃあその下で働いて実際に、わざわざ給水車を3台回してた自民党に町民の前で、捨てさせたということを現場で指揮した職員の名前、感触、顔写真を出せって言うんだよね。個人責任ですよ、もう完全に。彼らは個人責任は追及されると思ってるからやりたい放題なんですね。これが3かな。で4、国家公務員の給与増決定、人事勧告受け入れ6年連続と、こういうバカなことが行われていると。これは毎日新聞、これ共同の記事を垂れ流してるんですね、毎日が。自分で取材して問題点をちゃんと言えよと、毎日新聞で。私のコメント、日本の公務員の平均年収が国民の平均年収の 1.76 倍で先進国の中で異常なほど高いのはなぜかと。それは歴代自民党政権が国家公務員と地方公務員の給与と労働条件と年金で、優遇することで
政府の命令に従順に従わせると。でかつ国政選挙と地方選挙で自民党に投票させるためであると。歴代自民党政権は公務員355万人、国家公務員60万、地方公務員295万人を税金で買収してると。そういうことを書けってんだよね、毎日新聞。その結果だと、私のコメント。買収なんですよ、これ。国家犯罪ですよ。することで政府の命令に従順に従わせ、かつ国政と地方選挙で自民党に投票させると。でこれはもう完全に歴代自民党政権による公務員355万人、国家公務員60万、地方公務員295万を税金で買収していると。そういうことを書けってるんですよね。から次に文大統領の支持率がそうですね、史上最低になったというハンギョレ新聞ですね。ムン・ジェイン韓国大統領の支持率が野党の韓国自由党と 0.9% まで、迫られたという、これはハンギョレ新聞ですね。そのチェ・グク司法長官が辞めたということで、次の世論調査ではまた回復すると思いますよね。さらに、検察新たな司法長官を任命して、彼が残した検察改革案を着実に実行して成果を上げれば来年4月の総選挙では勝つでしょうね。からこれがひどいですね。逆流下水は糞尿混じりと、武蔵小杉、タワーマンション台風15号被害ルポということで日刊現代、これ書いたのが若林さんという、元の公務員の人ですね。若林亜紀さんというジャーナリスト、すごい詳しいですよね。タワーマンションっていうのはいかにこういう災害に無力なのかということですよね。要するにタワーマンションの地下に発電設備、電源等々があるから、そこが浸水するとエレベーター止まっちゃう、水道が止まっちゃう、空調も止まっちゃうということで、結局トイレが使えないという悲惨な状態になっちゃうんですね。それからそっか、イギリスの EU 離脱合意は今週中にあり得るということで、EU 交渉官が認識を示すということで、もうあと2週間しかないんですよね、30日まで。ですからジョンソンは合意なき離脱をするというふうに宣言してますけど、そうしたら大変ですよ。国境の通関事務で、もう彼ですか、フランス側のあそこのユーロトンネルが完全に麻痺しますよね。物流が止まっちゃうと。それから入国審査も
長蛇の列で、人の入出国も止まっちゃうということで、イギリスは大混乱なんですよね。でそれを回避するために、EU を離脱するけどソフトランディングするという方向に、話し合いが進んでいるということでしょうね。でもどっちにしても EU 離脱するとイギリスっていうのはイングランドとウェールズとスコットランド、それから北アイルランド4つの国が、地方が集まってるんですけど、離脱することによっておそらくもともと独立志向が強かったスコットランドが独立するかもしれないですね。そして北アイルランドも独立して、残るのがイングランドとウェールズということで、独立したスコットランドと北アイルランドはEU に加盟するというふうな次の段階になるでしょうね、おそらくね。で今日の重要情報ですね。これは台東区避難所ホームレス排除に賛同する、差別的主張が村本は納税での選別思想を真っ向から批判ということは似てるんですね。これ長い記事ですけど、ということですね。で現在、時間が1時間12分14秒と、視聴される方が44名と、全体で160名様、コメントが52件ということですね。ということで今日の放送、火曜日の放送はこれで終わりです。たくさんのコメントとたくさんのコンティニューコインとたくさんのギフトですね、いただきました。ありがとうございました。ということで明日の放送はお休みで、木曜日の放送ですね。ですので、できるだけ9時から9時半の間に開始したいといういつも言ってますけど、今日はちょっと遅れましたけど、よろしければまた合流してくださいということで、お疲れ様でした。今日火曜日の放送はこれで終わります。お疲れ様でした。